アキラは、隙の少ない、単発技での攻めを得意としています。投げも強力で、前、後ろのどちらも、60以上減らすことができます。また、崩し性能の高い、ガード外しを持っているのも強力です。防御面も、当て身技やさばき技を持っているので、穴がありません。弱点としては、単発技がメインで、派生技がほとんどないため、ガードされると、相手にターンが渡ってしまう点や、全回転を持っていないため、相手の避けに対して、半回転を合わせる必要がある点が挙げられます。総じてアキラは、攻め、守りともに強力ですが、派生技でのフォローが効かないため、一撃ごとに、リスクを負うキャラとなっています。66B は、発生の速い中段攻撃です。標準の肘より速く、2フレーム有利から割られない連携となります。ガードで5フレーム不利ですが、このゲームでのマイナス5フレームという数値は、しゃがみダッシュ、立ちガードとすることで、発生14フレームの中段と、投げの2択を回避することができます。避けられても反撃を受けず、非常に使いやすい技になっています。666P は、リターンの大きい中段攻撃です。ノーマルでダウンを奪い、カウンターでコンボが入ります。その上、ガードで5フレーム不利と、非常に優秀ですが、バックダッシュに弱いという欠点を持っています。46P は、上段のコンボ指導技です。主に、マイナス15フレームの技への、確定反撃として使用します。また、ガードされても、1から2フレーム有利になるので、暴れ防止、剣、攻め継続としても使えます。しゃがみ中 46P は、発生と威力に秀でた中段です。主に、マイナス16フレームまでの、下段への確定反撃として使います。3346P や 1146P と入力することで、立ちから出すことが可能です。33P は、中段のコンボ指導技です。主に、隙の大きな技への反撃や、投げを読んだ時の、暴れとして使えます。46P プラス K は、腹側半回転の中段攻撃です。アキラの、腹側への避けを潰すことができます。ヒット時は相手を、アキラの背側に大きく飛ばすので、アキラの背側に壁があるときに、壁コンボを狙うことができます。しゃがみ中段 P プラス K は、よろけを奪える中段です。ではじめに、一部の分、中段技を使かす性能があり、特定のキャラに対して非常に有効な技になっています。提出段階は中段のコンボ指導技です。マイナス17から18フレームの下段への反撃として使えると強力です。コマンドが非常に難しいので、6KB で代用するのも手です。46P プラス K プラス G は、背側半回転の中段です。アキラの背側への避けを潰し、ヒット時は相手の側面を取ります。カウンター時は、2P が避け、ガードができないほど有利になります。
ただし、一部のキャラには、空中判定の技で回避されてしまいます。6P プラス K プラス G は、上段のガード外しです。上段ガードに当てると、15フレーム有利になり、46P が確定します。また、しゃがみ中 46P も確定するので、壁コンボも狙えます。さらに、しゃがみダッシュガードに対しても、非常に有効です。ただし、リーチが短いので、かなり近づいて出す必要があります。というは、上段のガード外しから始まる、投げコンボです。6P プラス K プラス G との違いは、発生が遅い代わりに、リーチが少し長いです。また、6P プラス K プラス G は、キャラによってコンボとダメージが変わりますが、というは、必ず70のダメージを与えるという、利点があります。休憩は、空中判定のコンボ指導技です。下段や投げに対する、逆2択として使えるほか、当て身やさばきへの対策としても、非常に有効です。46P プラス G は、単体では最大ダメージとなる投げです。コマンドが簡単なのも、利点の一つです。壁際では、追撃ができる 6P プラス G で、ダメージアップを狙うのも有効です。64P プラス G は、追撃が可能な投げです。しっかり追撃を決めれば、かなりのダメージを叩き出します。ただし、キャラごとのコンボを覚える必要があるのが難点です。1P プラス K は、ほとんどの中段を取れる、中段予定です。1P プラス K 中 2P プラス G で、投げ抜け押し込むこともできます。また、連携への割り込みに使うのも有効です。4P プラス K プラス G は、上段 PK と下段 P をさばけるさばき技です。さばき成功時に SP を入力することで、追加技を出せます。追加技ヒットで、コンボを入れることができるので、連携が読めたときは、大きなダメージを奪うことができます。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。